ガンダムバーチェの系譜。 GN005 ガンダムバーチェは施設武装組織ソレスタルビーイングが開発したガンダムであり、西暦2307年全世界で勃発している戦争の根絶を目的に全戦争行為への武力介入に投入された4機のガンダムのうちの1機である。パイロットにはソレスタルビーイングの計画遂行の根幹をなす量子型演算処理システムベーダとの直接的なリンクが可能なガンダムマイスターティエリアーベが務めており、経歴や本名などが秘匿されているソレスタルビーイングのメンバーの中でも、ティエリアはこれまでの経歴や出身など全ての素性が謎に包まれている人物となっている。その正体はベーダが作り出した戦闘型イノベイドであり、初期でこそベーダを絶対的な存在としてソレスタルビーイングのメンバーたちとは一線を引く立場を取り、自分の失態を他人に当たるなど精神的な脆さも併せ持っていたが、ソレスタルビーイングの武力介入によって加速度的に変化する世界や仲間たちの思いに触れたことで、ベーダに依存しない自らの存在意義を見出していくことになる。ティエリアは年齢、つまり作り出された時期、性別に至るまで公式的に不明とされ、寿命に関しても永遠に老いることはなく、外見年齢16歳を保つことができる。しかしティエリア自身には死生観が明確に存在しており、存在意義、価値観を見出してくれた亡きニール・ディランディコードネームロックオン・ストラトスに対して、これでやっといける、あなたのもとへなど自らの思いを吐露しており、ベーダとの同化後には未来へ向かって生きていくこと、そのためにあなたのもとへ行くのはもう少し時間がかかるといった心情が語られている。オーガンダムとガンダムプルトーネの誕生。西暦2051年、ソレスタルビーイングの創設者であるイオリア・シュヘンベルグが誕生し、その類まれなる頭脳と斬新なアイデア、そこから生み出される時代の遥か先を行く技術力によって希代の科学者と呼ばれ、世界にさまざまな恩恵をもたらす活躍を見せていた中で、西暦2091年に人類の未来から戦争を排除し世界の統治を促すと同時に、人類の意思を統一、外宇宙への進出、そして異種生命体との来るべき対話を目的としたイオリア計画を構想する。その後、西暦2100年頃、極秘裏にソレスタルビーイングを創設し、西暦2213年木星圏にてオリジナルの GN ドライブ5機が完成。木星圏から GN ドライブが地球に到着すると、これを元にしてソレスタルビーイングと量子型演算処理システムベーダが第1世代ガンダムの開発を開始。西暦2290年頃、 GN ドライブを搭載した初のプロトタイプモビルスーツ GN000 オーガンダムの開発に成功し、ソレスタルビーイングの第1世代ガンダムが誕生する。オーガンダムの完成から2年後となる西暦2292年、ラグランジュ3のスペースコロニークルンテープにて試験用モビルスーツ第2世代ガンダム GNY-004 ガンダムプルトーネを含めた4機の開発実験が開始。このガンダムプルトーネは第2世代ガンダムの4号機として開発され、後に開発される第3世代ガンダム GN004 ガンダムナドレと GN005 ガンダムバーチェの実証試験機としての役目を担った機体である。それに伴い GN 粒子によって展開される GN フィールドの制御テストも兼ねた運用が行われるが、機体外部に発生させる GN フィールドの粒子制御が不安定になるという技術的な問題点から、装甲内部に GN フィールドを発生させ、より防御力を高める GN 複合装甲が採用されることになる。さらに緊急時に GN ドライブとガンダムマイスターを保護するため、胴体部が分離することで脱出を可能にするコアファイターシステムが試験的に搭載されており、胸部に位置するコアファイターのキャノピーが複合センサーの役目を担っているため、頭部のツインアイはメインカメラの機能は有していない。背部には大型 GN コンデンサーを搭載しており、それを中心に4本の GN 粒子供給ケーブルが両腕部と両脚部に接続。両肩部と両腰部には GN バーニアを搭載し、武装に関しては重心下部にセンサーを備えた大口径の GN ビームライフル、膝部装甲内にマウントされた GN ビームサーベル、GN シールドなどの標準的な武装を装備している。後に重要となるツインドライブシステム、後述するトライアルシステムなどの試験プランも検討されたが、当時の技術力では困難だったため結果的には採用されなかったものの、ナドレやバーチェに大きな影響を与える機体となる。また西暦2295年に発生したプルトーネの惨劇と呼ばれる凄惨な事故を引き起こした機体でもあり、
その際のミッションプランは、プルトーネの大容量 GN 粒子コンデンサーを暴走させ、敵部隊の電子機器に対して機能不全を誘発。敵機を行動不能に追い込み、ガンダムマイスターのシャルアクスティカはコアファイターで脱出するというプランとなっていた。しかし、出撃前の整備段階では、異常はなかったはずのプルトーネが、作戦行動中に謎の動作不良を起こし、コアファイターの分離機能が停止。この事態に、フェルト・グレイスの両親である、ルイード・レゾナンスとマレーネ・ブラディがプルトーネに接近し、シャルを救出するも粒子暴走に巻き込まれた2人は、大量の GN 粒子を浴び、命を落とすことになる。00本編においては、00ガンダムや00クワンタのトランザムライザーやトランザムバーストによって放出される超高濃度 GN 粒子によって、超広範囲に意識共有領域を形成し、他者との意識共有率を爆発的に向上させ、人類同士にとどまらず、異種生命体との相互理解を可能にし、人類をイノベーターへと覚醒させるきっかけを与えるなど、非常に革新的な粒子であった。つまり、プルトーネの惨劇の時点では、後に開発される疑似太陽炉と同じく、オリジナルの GN ドライブが放つ高濃度粒子にも、人体に影響を及ぼす毒性が含まれていたということであり、皮肉なことに、ガンダムマイスターの2人が犠牲になったことで、圧縮粒子の毒性が排除され、むしろ、人体に驚異的な回復力をもたらす粒子へと発展を遂げてみせたのである。このプルトーネの惨劇にはある事実が隠されており、この悲劇の詳細と裏側は、ぜひガンダム00公式外伝をご覧ください。イノベーター勢力がベーダを介して、ガンダムプルトーネのコピー機として建造した GNY004B ガンダムプルトーネブラックと、その機体を回収し、GN ドライブタウ疑似太陽炉を搭載した GNY004 ガンダムプルトーネフォンスパーク専用機も存在している。GN005 ガンダムバーチェの誕生。西暦2300年代初頭、前述の通り、ガンダムプルトーネをはじめとする第2世代ガンダムの実戦データと設計データをもとに開発が進められ、試作と運用試験を繰り返し、オーガンダムが試験的に武力介入を行った時期、つまりオーガンダムとセツナが初めて開港した時期と同時期に、ガンダムバーチェを含めた4機のガンダムがロールアウトを果たす。この4機のガンダムは第3世代ガンダムとして非常に高い戦闘能力とそれぞれの多種多様な機体特性、特殊システムを搭載しており、近接格闘戦特化型、中遠距離射撃特化型、高機動戦闘特化型、放線殲滅特化型という特性が与えられ、中でもパーティクル仕様とも呼ばれるガンダムバーチェは、ガンダムプルトーネでの運用試験を経て完成された GN フィールドを搭載し、機体各部に搭載された増加装甲と重武装によって鉄壁の防御力と殲滅能力を有する機体として完成に至っている。重装甲、重武装のため他の3機のガンダムに比べて機動性は劣るものの、ミッションにおいては前衛後衛ガンダム同士のフォーメーションの確立、脱出ルートの確保など多種多様な役目を担っており、エクシアとのフォーメーションではバーチェが前衛を務め GN フィールドを展開し、敵機の攻撃を遮断しつつ接近。後衛に潜んでいたエクシアが強襲といった戦い方も披露した。バーチェの機体構造は GN ドライブの搭載箇所、グラビカルアンテナの採用、生成した GN 粒子を蓄積しておく GN コンデンサーの搭載、GN 粒子供給コードの導入など、基本的な機体構造は他のガンダムと共通しているものの、両肩部に搭載されている GN キャノンと一体化した GN フィールド発生機と両脚部にも同一のものを搭載。この GN フィールド発生機が展開することで発生するエネルギー障壁 GN フィールドは実弾ビーム兵器問わず有効となり、機体全体を球状のフィールドが覆うため死角も存在しないなど、非常に高い防御力を誇っている。武装に関しては対艦隊戦要塞攻略戦を想定した装備を搭載しており、一撃で複数の敵機を撃破、敵基地を破壊する火力を獲得している。バーチェのメインウェポンとなる武装が高圧縮した GN 粒子を放射する大型バレル式大出力ビーム火器 GN バズーカであり、連射性能が低く粒子消費量も激しいものの、その威力は絶大で、胸部の GN ドライブに直結することで展開されるバーストモードは広範囲の敵部隊を破壊、地形までも変化させてしまう威力を誇るとともに、国連軍との決戦では GN バズーカを2機装備して出撃している。両肩部には2連式の大型ビーム兵装 GN キャノンを搭載。前述の
GN バズーカよりは威力は低いものの、背部に懸化された可動基部によって非常に広い射角を有しており、 GN バズーカとの一斉射は本機最大の威力を誇っており、両膝部には近接格闘専用の GN ビームサーベルを搭載している。 GN004 ガンダムなどで前述のように機体全体を過剰なまでの増加装甲で覆われたバーチェではあるが、任務に特化させるためだけに砲戦重装甲仕様になったわけではなく、イオリア計画における重要な役目を担う機体がバーチェの下に隠されているとともに、その機体を秘匿しつつ保護するため GN フィールドと増加装甲による二重の防御壁を形成することで運用がなされていた。その機体が GN004 ガンダムナドレであり、ガンダムプルトーネの後継機として機体構造や武装などを継承した機体となっている。ナドレの外部装甲に関してはバーチェ用増加装甲をマウントするという理由からガンダムエクシアに近い標準的なフラット状の仕様になっており、頭部の前後に搭載されている赤いコードの束はバーチェの外装に GN 粒子を供給する GN 粒子供給コードであり、ナドレでは機能しない一方でナドレの見た目を強烈に印象をつける外見的象徴ともいえる部位となっている。武装はガンダムプルトーネの GN ライフルを発展させ、大型ビームサーベルとしての機能も有する大口径ビーム兵装 GN ビームライフル、プルトーネに搭載されたシールドを進化させた防御装備 GN シールドをマウントし、さらにはバーチェがパージした両肩部の GN キャノンをマニュピュレーターで保持する形で使用することも可能となっている。トライアルシステム。バーチェの装甲内に秘匿される形で封印されていたナドレには前述の通りイオリア計画において重要な役目が与えられており、その存在とともにソレスタルビーイングにおける切り札ともいえるシステムが搭載されている。そのシステムがソレスタルビーイング内の裏切り内戦を想定し、対 GN ドライブ搭載機用に開発された特殊システムトライアルシステムである。ソレスタルビーイングには対ガンダム専用、対離反射用に開発秘匿されていたシステムがいくつか存在しており、 GN フィールド対策であるエクシアの実体験仕様の GN ソード、 GN ドライブのブラックボックス内に秘匿されていたトランザムシステムなどが代表的な例ではあるが、中でもナドレのトライアルシステムはベーダとリンクした機体、つまり疑似体容量を含む GN ドライブ搭載機全てを強制的に制御下に置くことができるシステムであり、理論上ではあるがナドレに対抗できる機体は存在しないということを意味している。しかしバーチェとナドレのガンダムマイスターとして選定されたティエリアにのみ使用を許された特殊システムである一方、欠点も存在しており、効果範囲の狭さに加えて要となるベーダが外部からハッキング掌握された際には使用不可になるとともに、トライアルシステムの消失はナドレの存在意義自体が消失することを意味している。このトライアルシステムはガンダムプルトーネの段階で投入される予定であったが、ガンダムマイスターを務めたシャルアクスティカに適性がなかったことと、トライアルシステムの試験機として引き継がれた GNY0042874 ガンダムアルテミーの開発が凍結したためナドレへとずれ込むという経緯を持っている。 GN005/PH ガンダムバーチェフィジカル。ガンダムバーチェには GN 粒子を消費して使用される GN バズーカや GN キャノンを装備したパーティクル仕様の他に、実体男子機火器を中心に構成されるフィジカル仕様の武装形態も検討されていたと言われており、その機体がガンダムバーチェフィジカルである。この機体は GN 粒子を武装面に供給する必要がないため、 GN フィールドに割り振る GN 粒子消費量が増大し、長時間にわたって高濃度圧縮粒子による防御障壁を展開可能になるという特徴を持っており、機体構造自体はパーティクル仕様と同一の基本構造を有している。武装に関しては大口径の大型実体男子機火器 GN フィジカルバズーカ、両脚部に搭載された左右合わせて48発の GN ミサイルコンテナ、左腕部に2機マウントされた GN パンツァーファースト、そしてガンダムバーチェフィジカル唯一のビーム兵装 GN ビームキャノンを装備。本来はパーティクル仕様とフィジカル仕様を戦況やミッションプランによって換装し使い分ける運用も検討されたが、戦闘中に換装する時間も人手も足りないこと、秘匿したナドレの存在が察知されてしまう可能性が考慮され、結果的にパーティクル仕様が採用されることになる。 GN004TEA02 ガンダムなどでアクオース。トライアルシステムの欠点である効果範囲の狭さを改善するために開発された特殊装備をナドレに装着させた形態がガンダムなどでアクオースである。
トライアルシステムの効果範囲はナドレから目視できる距離という狭さであり、戦闘能力が決して高いとは言えないナドレにとって一つの問題点となっていた。そこでトライアルシステムの効果範囲を数十倍に拡張する特殊装備を開発。この特殊装備アクオスをナドレに装着するとともに戦闘能力向上も図るため、各部ユニットには装甲と推進機が追加されている。両腕部と両脚部に搭載されたブレード状の装備はトライアルブレードアンテナと呼ばれ、このブレードアンテナが指し示した方向に効果範囲を拡大できる仕様になっており、新装備としてトライアルシステムの制御機能を持つガンダムフェイスが特徴の実体験型兵装 GN マスクソードを装備。さらに GN マスクソードのマウントラッチを前面に備えた GN シールドに加えて、通常の GN ビームサーベルも装備している。このアクオスはベーダがリボンズアルマークに掌握されてしまったため運用されることはなかったが、ソレスタルビーイングのサポート組織フェレシュテが回収。後述する GN009 セラフィムガンダムに搭載されたトライアルフィールドにアクオスの技術が採用されることになる。なお、型式番号の TEA02 とは Trial Enhancing Aquos Type Unit 2であり、審判拡張アクオス型2号機を意味している。GN008 セラビーガンダムの誕生。西暦2308年、国連軍によるガンダム殲滅作戦フォーリンエンジェルが発動。 GN ドライブタウ疑似対応炉を搭載した新型量産モビルスーツ GNX603T ジンクスが投入されるとともに、国連軍の圧倒的な物量の前にソレスタルビーイングは壊滅し、バーチェとナドレも GN ドライブを射出した大破。これを契機に世界を分割統治していた AEU、ユニオン、人類革新連盟の三大国家は国連の名のもとに統合。西暦2311年には地球連邦政府と地球連邦平和維持軍が樹立され、その翌年の西暦2312年には大規模テロを契機に組織された政府直轄の独立治安維持部隊アローズが発足。しかしアローズの実態である虐殺や弾圧をはじめとする暴挙に対して世界の歪みを正し、本当の世界統一へと人類を導くため、全大戦以降バラバラになっていたソレスタルビーイングのメンバーが集結し、西暦2312年ソレスタルビーイングが秘密裏に復活。これと同時にかねてから開発が進められていた第4世代ガンダムが完成を果たし、戦線に投入されることになる。そのうちの1機が全大戦で大破したガンダムバーチェの後継機であり、ティエリア専用に開発されたモビルスーツ GN008 セラビーガンダムである。第4世代ガンダムという括りではあるものの、次世代の設計思想、新技術が取り入れられている機体は GN000000 ガンダムのみであり、セラビーを含む他の3機はソレスタルビーイングの資金難や人的不足によって前進機となる第3世代ガンダムをベースに機体の基本性能の底上げが図られた第 3.5 世代ガンダムという位置づけとされている。第4世代、第 3.5 世代ガンダムの特徴としてトランザムの使用を前提とした設計がなされており、欠点となるトランザム発動後の戦闘不能を避けるため一定の機体性能低下は免れないものの、任意のタイミングでトランザムの発動と停止を選択できる仕様であるとともに、それぞれの機体特性に合わせた戦闘能力向上が可能になっている。セラビーのトランザム状態では粒子量が爆発的に増大することから、火力の増強や GN フィールドによる防御力の向上など基本性能が大幅に上昇するとともに、後述するセラビーの背部に隠された巨大なガンダムフェイスが展開されるフェイスバーストモードによって出力が最大限にまで引き上げられ、高濃度圧縮粒子を効率よく制御し、凄まじい火力を誇る機体へと変貌を遂げる。またこのフェイスバーストモードによって展開される巨大なガンダムフェイスはソレスタルビーイングの復活を全世界に知らしめる意図があったとも言われている。セラビーガンダムの性能、ティエリアのために開発され、新生ソレスタルビーイングのガンダムの中でも最初に実戦投入された本機はバーチェの開発コンセプトである重装甲重武装の両立を継承し、対艦対戦拠点殲滅仕様の機体であるとともに、00ケルディムアリオスとの連携では3機による敵陣への切り込み、強襲からのセラビーの大火力で複数の敵機をまとめて殲滅するという戦術を得意としている。セラビーの GN フィールド発生機は両腰部に搭載された大型サイドスカート裏側にマウントされており、さらにバーチェをはるかに凌駕する火力の武装を多数搭載。
その一つがメインウェポンとなるバーチェの GN バズーカを改良した大型バレル式ビーム兵装 GN バズーカ2である。この GN バズーカ2は2機に分割させた片手式のシングルモードから2機をドッキングさせたダブルバズーカモードへのモード切り替えが可能になっており、砲身の中央が展開し方向が大きく開いた形態をバーストモードと呼び、高濃度圧縮粒子をチャージし巨大な球体状のエネルギーの塊が放射される。バーチェのバーストモードとの違いは、放射範囲は広いものの圧縮粒子をそのまま放出しているため、粒子制御が非効率な状態であったバーチェに対して、セラビーのバーストモードは圧縮粒子を効率よく制御することで球体状に集約し放出するため、威力が飛躍的に増大されるとともに放射後即座に行動することができるというところにある。さらに両肩部と両脚部に搭載された GN キャノンとの同時放射はセラビー最大の火力を誇るハイパーバーストと呼ばれ、トランザムを発動した状態から放たれる高濃度圧縮粒子を全面解放したハイパーバーストはセラビー最大の威力を誇っている。両肩部と両脚部に搭載された GN キャノンは多数のモード形態が存在し、4訪問の同時発射によるクワッドキャノン、両肩部の GN キャノンそれぞれに GN バズーカ2を装着するバスターキャノン、肩部の GN キャノンにダブルバズーカを装着するダブルバズーカキャノンの使用が可能になるとともに、この4つの GN キャノンは各シールとしての機能も有しており、セラビーの腕部と合わせて計6機の GN ビームサーベルを同時運用することが可能となる。このクアッドキャノンは第2世代ガンダム GNY001 ガンダムアストレアの GN ランチャー4機を装備した性能テストにおいて発射された4本の粒子ビームが収束し、想像を超える破壊力を誇る巨大な収束ビームが形成されるという思わぬ結果を生むことになる。この現象をクワッドキャノンと呼び、命名した人物はガンダムアストレアのマイスタールイードレゾナンスである。この副次的ともいえる試験結果がバーチェやセラビーに影響を与え、セラビーのクアッドキャノンに関しては4機の GN キャノンの一斉射によって通常をはるかに超える広範囲かつ高威力の収束粒子ビームを放射することが可能になるとともに、クアッドキャノンと呼ばれてはいないものの同じ現象の収束粒子ビームを放射する機体がいくつか存在している。 GN009 セラフィムガンダム。セラビー最大の特徴である巨大なガンダムフェイスを持つ背部のバックパックには隠されたシステムともいえる機体が搭載されている。それが GN009 セラフィムガンダムであり、前述のフェイスバーストモードによって展開されるガンダムフェイスはセラフィムの胴体部にあたる部位であるとともに GN キャノンが両腕部に変形。このモードチェンジによってセラビーから分離しセラフィムガンダムが完成する。セラビーから分離したセラフィムにはオリジナルの GN ドライブとセラビーの胸部に搭載されたコクピットからティエリアを乗せたシートだけが180度回転しセラフィムの腹部へと移動。これによって機体の主導権はセラフィムへと移り、セラビーは機体各部に大型 GN コンデンサーを搭載した完全独立型無人攻撃機へと移行し、内蔵した GN 粒子が持つ限り行動可能な機体へと転換。さらにこのセラフィム自体もナドレと同様ティエリア専用に開発された機体であり、ベーダとのリンクによって発動される切り札トライアルシステムの発展型であるトライアルフィールドを発動可能となっている。このトライアルフィールドはガンダムナドレアクオースの運用データをもとに開発されており、ナドレのトライアルシステムと効果は変わりはしないが、胸部の巨大なガンダムフェイスとグラビカルアンテナによって有効効果範囲が爆発的に拡大している。武装は両腕部に収納された GN ビームサーベル、両腕部を変形させることで使用可能となる GN キャノン、セラフィムでも運用可能となる GN バズーカ2などを装備。GN008、GNHW/B、セラビーガンダム、GN ヘビーウェポンビーム。イノベイドとの最終決戦時には、このセラビーガンダム、GN ヘビーウェポンビームとして出撃。この装備は、セラビーの火力、防御力のさらなる強化をコンセプトに開発された追加装備であり、両腕部の大型サイドスカートに内蔵されていた GN フィールド発生機を排除し、GN キャノンを2機増設。GN フィールド発生機は、両肩部と両脚部に移設され、両肩部の GN キャノン背部には GN バーニアが追加されたことで機体重量増加に伴う機動力低下に対応している。 GN ヘビーウェポンビーム装備ではセラフィムの装備も追加されており、セラフィム用に搭載された GN ビームマシンガンを装備。しかしイノベイドとの最終決戦では
戦闘ではなくトライアルシステムを発動させる作戦が実行されたため、本装備は装備せずに出撃。装備する際には脚部にマウントする仕様になっている。さらに両腰部には GN キャノン、両肩部には GN バーニアが装備される。 GNZ001 ガルムガンダム。この機体はギボンズが率いるイノベイド勢力がベーダに残されていたこれまでのガンダムの設計データを流用し、イノベイド専用次世代試作機として開発された機体がガルムガンダムである。中でもガンダムプルトーネに採用されていた GN フィールドやコアファイターシステムなどの技術が転用されており、両肩部には大型 GN コンデンサーを搭載。動力源は疑似太陽炉を搭載し、 GNZ シリーズのプロトタイプにあたる機体となっている。武装は後に GNZ003 ガデッサに装備される GN メガランチャーの試作型に加え、 GN フィールド発生機も兼ね備える GN シールドを装備しており、こちらは GNZ005 ガラッゾの左肩部に発展型が搭載されることになる。試作型 GN メガランチャーは2連装型の重心が採用されているが、ガデッサでは3連装型へと発展しており、威力でこそガデッサよりも劣るものの、取り回しや連射性能はガルムガンダムの方が優れている。さらに標準装備として GN バルカンと GN ビームサーベルも装備している。西暦2314年、地球外変異性金属体エルスの襲来から数年後にはガルムガンダムとエルスが融合したガルムガンダム E が誕生しており、未だに繰り返されている紛争行為に対して武力介入を行うため、ガンダムマイスターレナード・ファインズ、コードネームレオジークと共に出撃している。 CBY077 ガンキャノン。この機体はベーダを掌握したリボンズ・アルマークがバーチェの開発データをもとに密かに開発を進めた GN ドライブ搭載型イノベイド専用砲戦仕様モビルスーツである。 CB0000G/C リボーンズガンダムの変形形態リボーンズキャノンのプロトタイプにあたり、強力な砲撃によって後方から支援するという開発コンセプトによって複数機が開発され、胸部に4機搭載されている GN ロングキャノンは左右それぞれが合体することで非常に強力なビーム兵器となり、その威力はリボーンズキャノンの GN フィンファングよりも上となるが、ファングとしての機能は有しておらず、腰部背面に搭載された大型バックアーマー内蔵式の GN コンデンサーと両腕部の GN コンデンサーによって大火力に使用される GN 粒子をカバーしている。肩部と腰部フロントアーマーには GN ミサイルを搭載しており、弾幕の形成からビーム兵器で対応できない敵機に対して有効な装備として機能している。リボンズは自分以外のイノベイドを信用していなかったため、オーガンダムの後継機である CBY001 アイガンダムと支援機であるガンキャノンを一体化させた CB0000G/C/T リボーンズガンダムオリジンを完成させ、入手したツインドライブシステムの開発データを組み込んだリボーンズガンダムが完成することになる。 GN008 GNHW/3G セラビーガンダム GN ヘビーウェポン 3G。 この機体はセラビー用の追加装備である GN ヘビーウェポンの開発案の一つであり、背部に秘匿された機体セラフィムに加えて完全無人モビルスーツ GN00902 セムを2機追加搭載した機体がセラビーガンダム GN ヘビーウェポン 3G である。このセムという機体はトライアルシステムのさらなる広域拡張のために開発された機体であり、ティエリアとベーダのリンクを駆使した量子通信によってセラフィムがセラビーとセム2機の機体コントロールを行うことが可能となる。その遠隔操作距離は理論上無限とされ、トライアルシステムの有効範囲領域も数百キロにわたるという驚異的なトライアルフィールドを構築することが可能となるため、太陽炉搭載型モビルスーツに対して無敵ともいえる性能を誇っている。そんなセラビーガンダム GN ヘビーウェポン 3G は対イノベイド専用の絶対的な切り札として開発が進められていたが、セムの開発に難航し、ベーダもリボンズに掌握されたままだったため、セラビーにとってセラは重量過多を招く要因でしかなく、ベーダを奪還する前に撃墜される可能性もあったため、最終決戦では前述の GN ヘビーウェポンビームが採用されている。武装に関しては GN バズーカ2を2機、 GN キャノンを背部に4門、両肩部と両脚部に4門の計8門搭載し、各集でに加えてセムの装備も合わせた10機の GN ビームサーベルを同時展開することも可能となる。さらにセム用の装備として GN ビームマシンガンとケルビムガンダムの GN シールドビットを改良し、
ビット機能を排除したビーム砲内蔵式 GN シールドを搭載している。 CB002 ラファエルガンダム。宇宙船ソレスタルビーイングの中で量子型演算処理システムベーダに蓄積されていたイノベイド製モビルスーツのデータを解析し、設計がなされ極秘裏に開発された機体がラファエルガンダムである。このラファエルガンダムには疑似 GN ドライブが3機搭載されており、前述の開発経緯から型式番号のセツナたちのガンダムとは異なっている。機体のベースとなっているのはリボンズ・アルマークたちが使用していた GNZ003 ガデッサをはじめとするイノベイド専用機であるガシリーズがベースとなっており、さらに全対戦で大破した GN008 セラビーガンダムのパーツをリペアすることで追加装備として流用している。その流用された追加装備が後述する両肩部を覆うようにマウントされた GN ビッグキャノンである。ラファエルガンダムから分離させることも可能であるとともに、分離後は遠隔操作でコントロールできる無人モビルスーツセラビーガンダム2として運用可能となる。この GN ビッグキャノンに3機の疑似 GN ドライブが搭載されており、ティエリアのかつての愛機であるガンダムバーチェやセラビーガンダムの流れを受け継いでいる本機の戦闘力は圧倒的な大火力による砲撃戦闘を得意としており、支援攻撃から殲滅戦まで行うことができる。さらに疑似 GN ドライブ搭載機でありながらトランザムも使用することが可能となる。ラファエルガンダムの武装 GN ビッグキャノン GN クロー。頭部から両肩部を覆うように装備されている武装。セラビーガンダム2を中心にして GN ビッグキャノンと GN クローを備えるユニットが左右に配置され、それぞれに疑似 GN ドライブを搭載している。 GN ビッグキャノンは膨大な粒子を前面に放出し、敵を殲滅する威力を誇るとともに、先端部に搭載された GN クローは遠隔操作による攻撃も可能となっている。この GN クローはビーム刃を形成することも可能であり、劇中では描かれなかったもののゲームなどでは使用されている。 GN ビームライフル GN004 ガンダムナドレが装備していた GN ビームライフルに改良を加えた発展型装備。センサー部に第4世代ガンダム用のクリスタルセンサーが採用されており、高度な情報収集能力によって命中率が大幅に向上している。 GN バズーカ GN 粒子を利用した砲撃装備。2機装備しており、連射性は低いものの威力は高く、主に分離したセラビーガンダム2がメインウェポンとして使用する。 CB002/GD ラファエルガンダムドミニオンズ。前述のティエリア専用機であるラファエルガンダムのバリエーション機として地上での運用を目的に開発された機体がラファエルガンダムドミニオンズである。ラファエルガンダムの最大の特徴である頭部から肩部にかけて搭載されたセラビーガンダム2は、その戦闘能力や分離から展開までの素早さなど多くのメリットを持つ一方、大気圏内の重力下では機体上部に重量が集中してしまうため運用が困難になるというデメリットも抱えていた。そこで地上での運用を目的にラファエルガンダムの機体構造を改良改善し、セラビーガンダム2に代わる独立型無人機 GN00802 セラを開発。このセラは GN008 セラビーガンダムをベースに開発されており、細かいパーツに分離することでラファエルガンダムの全身に装着され、ラファエル本体の重心を安定させるとともに防御力の向上も実現している。頭部は簡略化されたセンサーユニットを搭載するのみで、セラビーの面影は感じられない仕様になっている。武装は確認できるだけでマニュピュレーターで保持する携行用 GN バズーカ、両肩部にマウントされた固定式の GN バズーカを2門搭載。重力化においても機体重心の安定化と重装降下によって両肩部の GN バズーカを放射した際の反動を吸収し、安定した射撃を実現している。圧倒的な火力による殲滅能力と GN フィールド、重装甲による鉄壁の防御力を獲得したバーチェ、セラビー、ラファエルの系譜はベーダとのリンクを可能にしたガンダムマイスターティエリアーデの専用機としてソレスタルビーイングの中核をなす活躍を見せるとともに、トライアルシステムという秘匿された切り札を搭載したなどで、そしてセラフィムがイノベイドとの決戦において重要な機体として君臨。イノベイドとの戦いに終止符を打つ機体となった。以上、ガンダムバーチェの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。